では次のプレイヤーのターンからまた説明したいと思います。まずこのプレイした基地カードのコストを払わないといけないです。そしてこのコストはこの上の左に書いてありますが、コストは 8GP でございます。それを払うのにこのコインのマーク見てこのカード以外の全てを捨てます。それ1、2、3、3、4、5、6、7、8GP でございます。じゃあそれはディスカードします。ではプレイヤー1に戻ってアクションフェーズを始めます。アクションフェーズはここに置いてあるカードだけに集中して移動と攻撃の2つのアクションを行います。このカードの移動は右側に書いてある星で分かります。この2つの星がありますので移動は2になります。それでここから移動したら1、2それとも1、2それとも1、2みたいな感じで動きます。でもここに Movement 2が書いてありますので、ここに入るのに2つの移動ポイントが必要です。なので2ポイントのゴブリンはここに入ったらもうそれで終了です。ここも同じです。では今回は1、2この風に移動しましょう。次は攻撃もできますが、今は攻撃できる相手がいないのでこのところで終了しましょう。アクションフェーズが終わりましたが、次はドラーフェーズに入ります。基地カードを確認してドラープラス1が書いてありますので1枚を引いていいってことになります。1枚引きます。では次はもしプレイしたいカードがありましたら今プレイできます。このカード、このコスト 3GP のチャンピオンカードを出したいと思います。味方カードは普通に攻撃力が書いてありますが、チャンピオンカードにはそれが書いてありません。チャンピオンカードの攻撃力は装備する武器によって決められますので、とりあえずこのチャンピオンカードをプレイして戦場に出しましょう。コストは 3GP でしたので 3GP までのカードを捨てないといけないです。じゃあこのカードとこのカードこの3つのカードを揃って 3GP を捨てます。それで残っているカードは両方コストが高すぎて今回のターンには出せません。あと出したカードは出した時に攻撃や移動ができません。ですので今回のターンはこれで終了します。ではプレイヤー2のアクションフェーズに入ります。でもこのプレイヤーはアクションができるカードは置いてありません。ですのでこれでもうアクションフェーズが終了します。ではドローフェーズに入ります。この検知カードはドロープラス2だからちょっと強いカードなので2枚を引きます。そしてこれが前のカードですね。じゃあそれでこの壁カード出したいと思います。建築カードは自分が出してあるカードの周りのヘクスに出しても OK です。例えばキャラクターカードが置いてあってもそのキャラクターカードの周りのヘクスでも OK です。移動にかかる場所でも OK です。では今回はここに出します。そしてこのカードのコストは2ですのでこの2枚を捨てます。ではプレイヤー2のアクションフェーズに入ります。まずこのゴブリンスカウトがアクションできます。右側に2つの星が書いてありますのでこのゴブリンスカウトの移動は2になります。この MV2 のところに入って移動が終わります。次は攻撃ですね。
ゴブリンスカウトの攻撃は攻撃回数は ×3、攻撃力は1。なのでまず攻撃回数は3ですので、3つのサイコロを使って攻撃します。ではサイコロを振ります。そして壁が動かないので、壁の回避は ×0 ということで、避けるためのサイコロを振りません。ですがルールとして1が出る場合は、その1は自動的にミスになります。では残っている2個が足りました。そして攻撃力は1ですので、この2つが当たった攻撃は1つずつ1ダメージ与えます。では次はこの壁の防御力を見ましょう。防御力は4って書いてありますので、1つのアクションフェーズで4ダメージにつき1つの傷をつけられます。そして3つの傷ができてしまったらカードが破壊されます。でもゴブリンスカウトの攻撃はたった2ダメージですのでまだ平気です。ちなみにこのゴブリンスカウトカードの攻撃回数は3でダメージ1ですので、全部当たってもそれは3ダメージだけですので、このカードだけだと傷つけることはできません。ですが、例えば同じアクションフェーズの中で2つのカードを合わせて4ダメージできたら傷つけます。そしてこのカードはここに移動したいです。右側に書いてありますが、2つの星がありますので、このカードの移動は1になります。そして移動1のカードは MV2 のところに一応入りますが、入ると攻撃ができなくなります。それで移動が足りない場合は攻撃をやめて移動はプラス1になります。じゃあまたドローフェーズに入ってまず1枚引きます。このカードはチャンピオンに装備したいですが、コストは4で2枚しかないので今出せないですので、もうこれで終了します。